はい、皆さんこんにちは。デイリーガジェットニュースのラバディです。本日もご視聴いただきありがとうございます。6月23日木曜日のニュースです。よろしくお願いします。本日は世界のガジェットニュースから3件ピックアップしています。1件目がティム・クックさんが Apple MR に興奮している件。2件目が、次期テンサーチップの性能は据え置きになるかもという件。3件目がファイナルファンタジー16はオープンワールドではないがすごいという件です。アップルの CEO ティム・クック氏はチャイナデイリーのインタビューに答え、拡張現実デバイスへの雑感を述べました。関連のテクノロジーは未だ初期段階にあるとし、だからといって関連デバイスのリリースを遅延する理由にはならないと答えています。また、AR キットアプリがすでに数多く存在することをアピールするとともに、デバイスが順調であることを匂わせました。現在のリーク情報では、少なくとも2023年第1四半期までにリリースすることはないと言われていて、価格は$1000から$3000と定まらない様子。一方、拡張現実について話し合うメタバーススタンダーズフォーラムには不参加で、メタ社、マイクロソフト社、ソニー社などとのスタンスの違いが浮き彫りになっています。続報に期待です。はい、こちらはティム・クックさんに中国のメディアがインタビューを行いましたということで、チャイナデイリーだったかなが行ったインタビューで出てきた情報です。バーチャルリアリティとか AR とかどうですかみたいな話になった時に、それらのテクノロジーはまだ初期段階ではあるという話を前提で置いた上で、だからといってアップルの関連デバイスが遅延してもいいという理由にはならないとしまして、デバイスが順調であるということを示唆しました。一部の情報ですと、2023年第1四半期まではリリースの予定というのは入っていませんということですので、早くても第2四半期ということになってくるかと思います。出たとしても、この半導体不足などもありまして、出荷が制限される可能性があるということだそうです。一方、メタ、マイクロソフト、ソニーなどはメタバーススタンダードフォーラムというフォーラムに参加しました。アップルだけが参加していないという形になっていまして、このフォーラムは、AR や VR、MR も含めてのことについて話し合う場ということだそうです。メタとマイクロソフトとソニーは一緒に考えていく姿勢があるということになるかと思いますが、アップルはないということになるかと思います。ただ、先行して製品を出していきたいということで考えると、アップルもそろそろ出してくるのではないかということになるかと思います。以前、Pixel 7 Pro のテスト端末を eBay で購入したラッキーな人がいたのですが、その方からブートログの提供を受け、解析を進めた結果、新たなことが分かったと話題になっています。ブートログによると、ディスプレイパネルは Pixel 6 Pro のパネルと比べ、世代が上がっていることが判明。また、テンサーチップの内部コアに関しては、Cortex A55 を利用していることから、ARMv8 アーキテクチャであることも判明しています。ARM の世代が上がらないのは、単純に残念です。はい、こちらは Pixel 7のテスト端末から出てきた情報です。半月ぐらい、Pixel 7だと気づかずに使っていた、eBay から買ったお客さんが、あれこれ Pixel 7だってなって、Google からブロックされたっていう端末があることは、ちょっと有名にはなっていましたが、そのテスト端末を持っている方からブートログの提供がありましたということで、それを解析したということです。ブートログによりますと、ディスプレイがわずかにアップグレードしていると。Pixel 7 Pro と言われている端末は Pixel 6 Pro の S6E3HC3 というパネルではなく、サムソンの S6E3HC4 というディスプレイパネルを使っている様子だと
いうことで、アップグレードになるということでした。一方で、軽量コアの方、テンサーの軽量コアの方が A55 コアを使っている様子が見て取れるということでした。これは ARM のバージョン8なので、最新の ARM のバージョン9のコアとは組み合わせて使用することができないため、おそらくテンサー2は古いタイプの CPU なのではないかということで言われています。ブートログはかなり精密に出てしまいますので、そういうことなのかなということですね。残念ですけれども、伸び率は低いかもしれません。はい。ファイナルファンタジー16について、机にの吉田氏がインタビューに答えました。FF16 は最新ゲームを参考に今風の文脈で作られているとのこと。また、ストーリーを重視するため、オープンワールドはあえて避けたとしています。また、ファイナルファンタジーを遊んだことがない層に訴求し、すごいゲームだと評価されることが目的だとしました。開発はおおむね終了しており、現在は難易度調整やデバッグの段階で、ローカライズが並行で進行しているとのこと。DLC 商法は避けるようなニュアンスのこともおっしゃっていましたので、詳細情報の公開が待たれます。はい、こちらはみんな大好きファイナルファンタジーの最新版16、16の情報です。メディアがインタビューを行いました。ディレクタープロデューサーの、吉田さんという方にインタビューを行いましたということです。それをまとめますと、要点としては4つあります。最新のゲームのフォーマットには沿いますよ。つまり古いタイプのゲームではない新しいゲームを目指しているというところですが、ストーリー性を重視するためオープンワールド性は避けたということで、従来のエリア切り替え型だけれども PS5 向けなのでシームレスですということだそうです。全体的にすごいファイナルファンタジーはすごいゲームだったと言わせたいというところを目指して作っているということでした。2点目が主人公以外に AI の仲間が存在するということと、命令できる AI で動くバディが存在しているということで、基本的には主人公の操作に専念する形になりますということで、アクションゲームであるということが公開されました。召喚獣バトルに関してはそれぞれが違うゲームかのような変化をつけている、プロレスのような取っ組み合いをするものであったり、あるいは 3D のシューティングゲームのような感じっていうような、かなり大型の切り替えを行っているということなので、オープンワールドではないということもありますけれども、そういうことを切り替えながらやっていくのかというところですね。あとゲームに関してはオープニングからエンディングまで全てできていますということでした。現在は難易度調整やデバッグの段階である。ローカライズが並行的に進行中であるということで、フルボイス的な感じで作っているので、ボイスの収録が進んでいるということでおっしゃっておりました。はい、16はファイナルファンタジー16は2023年の夏ということになっています。ダバディ Vlog。はい、参考 URL はこちらにあります。興味のある方は概要欄に貼っておきますので、そちらからご覧ください。このチャンネルでは日々気になるガジェット系ニュースを取り扱っています。よろしければいいねボタンやチャンネル登録、ベルマークなどで応援いただきますと幸いです。コメントもお待ちしております。最後までのご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。